急行梅田行きです。次の停車駅は川西の瀬口。阪急86運転士応答願います。こちらは宝塚線司令。こちら阪急86、どうぞ。匠か。池谷先輩、いつから司令員になったんすか？いいから聞け。来るぞあいつらが。今夜だ。同じ顔ばかり9本横一列。気味悪無理言ってすまなかったな。スタートの宝塚行くぜ。本当にこれがやりたかっただけなんだな。京急にはこんなターミナルないからな。しゃあね1本目からメインイベントのダウンヒルだ。2000を出してくれ。そっちは誰が走る？俺だ。車は2199だ。池谷、あのポニーテール野郎。ああ、メガネをかけさせて委員長って呼んでみて。エッチなのは言ってないと思います。何言ってんすか先輩。ポニーにはメイド服っすよ。エッチなのはいけないと思います。あんたもかい。つかなんで持ってんだ。気を抜くな聖司。マルヘイ運転で行け。本気か京一。ポンコツ相手にマルヘイ運転。そうだ、気を抜くんじゃねえぞ。俺にはわかる。電気みたいなもんが走った。この2000はできる。眉唾もんじゃねえ。凌介を任すだけの何かを持ってるんだ。それが何かわかるまでは気を抜けねえぜ。アウェイでのバトルで勝つために京一が作った作戦パターンは3つある。相手が最も手強い時にだけ使うのがマルヘイ運転だ。なぜマルヘイ運転なんだ。俺にはわかんねえぜ。よーし、カウント始めるぞ。待て、俺たちのルールでは主電動機出力の低い方が好きなタイミングでスタートできるんだ。こっちはそれに合わせる。いつでも出な。出てるぜ、シーメンス 3VF。 今日ばかりは嫌な音にしか聞こえねえけどな。今度こそダメだってみんな言ってるけど、そんな相手に匠はいつも勝ってるのはな。根拠はないけど、あいつまた勝つような気がする。見せつけてやるぜ。2100の凄さじゃなく、俺のテクニックの凄さをな。いくらコーナーで頑張ったところで、所詮ポンコツはポンコツだろうが。すんげえインパクトある光景だぜ。京急が伏線ドリフトで阪急を追い回すシーンなんて。ちょっと長いストレートがありゃ2000はあっという間に抜かれるぜ。ドリフト勝負じゃ負けなしだった宝塚線の2000系が京急のドリフトに負けるぞ。気に入らねえ。ムカついてしょうがねえ。冗談じゃねえぜ。1100に乗っててなんでこんなポンコツの後ろをちんたら走ってなきゃならねえんだ。勝手に続行してるみてえでフラストレーションたまりまくりだ。川西の瀬口を出ればしばらくは高価だし、線形も悪くない。行こうと思えば軽く前に出られるぜ。そったらが我慢できねえ。
じゃあ文句ねえんだろ京一。見たか、これで少しはスッとしたぜ。格の違いを思い知るのはこれからだ。ハイテンションの全開走りかましてバックミラーから消してやるぜ。首都圏最速を誇る京急快特のドライブだ。平行制御のポンコツは次元が違う。せいぜいよく見ておくんだな。もっとも見える距離にいればの話だがな。そういうことだよ。やってくれるじゃねえか。分かったぜ。勝つ気の理由、ストレートで全のっち使えないフラストレーションなんかじゃない。本当の理由は他にあるんだ。線の後ろについて走ってる時からうすうす気がついてたことなんだ。認めたくない一つの事実、俺の方がコーナーではわずかに遅いという事実だ。振り切れない理由はもう一つある。この辺りは宝塚線でも直線が短くパワーの差が出にくい区間なんだ。それにしても2000がこれほど走るとは考えてもみなかったな。ディープだぜダウンヒルってやつだ。ハイスピードセクションで今度こそバックミラーから消してやるぜ。少しくらいコーナリングが速くたってコーナーで抜くのは不可能だ。ストレートは断然俺の方が速いからな。これでよかったんだ。あそこで前に出たのは間違いなんかじゃない。勝つのは俺だぜ京一。圭介さん、こんな終盤じゃ勝負はついてしまってるんじゃ。兄貴が見物するならここにしろってさ。エンペラーだかコンテナーだか知らねえけど、宝塚線ダウンヒルで藤原匠とやるなら来た。直線の遅さにじれて前に出たらダメなんだ。速い。今までのどの相手よりも加速が鋭い。加速力の差をカバーするためにはあいつよりずっと速い速度でコーナーから飛び出すしかない。仕方ない。あれ行くか。覚えておけよ。苦戦ドリフトには突っ込み重視と立ち上がり重視の2通りのドリフトがあるんだ。ギアを出すタイミングと飛び出すタイミングが微妙に違う。こっちの方が難しい技だが、この技をものにできれば格上の車相手でも互角以上に戦えるぜ。藤原匠は後追いの時にこそその実力を発揮する。先行して逃げ切るはずが結果的に2000を引っ張ってしまう。なんだそりゃ。もう一度抜き返すチャンスはない。終わりだ。誰がバカがタコ突っ張りしやがって。
阪急に戦が先着だ。ご乗車になれエンペません。ラーの進撃を初めて止めたぞ。俺が何に対して怒っているかわかるか、聖司。なぜ負けたかお前説明できるか。後ろについていればもっといろんなことがわかるんだ。マルヘイ運転で行けと言ったのはそのためだ。俺の指示通りに走っていればこんな無様な負けはなかったはずだ。これでエンペラーの関西エリア全焼はなくなったわけだ。いくら悔やんでもいっぱいが消えるわけじゃないからな。俺の本当の目的は凌介だからな。神戸戦で勝ちさえすれば俺の気は済む。俺が負けなければいいんだ。匠の技を見た。けど京一さん、2000はどうするんですか？俺たちのメンツにかけても負けっぱなしでほっとくわけには。黙ってろダウ。そんなことは言われなくても分かってんだ。一番頭にきてるのはこの俺なんだからな。これはしびれたろ。しびれたなんてもんじゃない。ぶっ飛んだよ。で、いつ乗せ替えるんだ？匠もパワー不足感じてるみたいだぞ。いや、まだだ。まだ匠にはやっとかなきゃいけないことが一つ残ったんだ。なんだそりゃ。俺に勝つことだなんて言うんじゃねえだろうな。大したことじゃねえよ。無茶言わねえよ。負けることだ。